東京町探検です。今回は日本京井戸原点から仙石山、嶺南坂を通り赤坂溜池まで歩きます。大きく再開発された地域ですが、そこに残る歴史の痕跡をたどります。どうぞご覧ください。スタートは麻布台ヒルズの森 JP タワー前です。蓮向かいにあるロシア大使館前に向かいます。ここはいつも警護が厳重です。今日は撮影しているので特に緊張しましたが、何事もなく通過できました。前方に青い機動隊の車両が見えます。この日はたまたまアメリカ大統領が来日中で、都内は特に厳重な警備でした。石垣と白い塀の内側がロシア大使館です。大使館の隣は東京アメリカンクラブという会員制の社交クラブだそうです。政府機関ではないようですが、アメリカとロシアが隣り合っています。左に警備員さんがいて、道路の中央にはカラーコーンが立っています。この辺りは私有地と公有地の境目がよくわからず、どこを歩いていいのか、どこまで入っていいのか、いつも迷います。正面左の建物はアフガニスタン大使館です。この中は間違いなく誰もが入っていいところです。ここには日本京井戸原点があります。地球上のある地点の位置を示すには緯度と経度を用いますが、日本国内でその測量の基準になっているのが日本京井戸原点です。明治の頃、この場所は東京天文台でした。そこに四五間という南北方向にしか動かない特殊な望遠鏡があり、それを使ってこの場所の正確な緯度、経度を求めたのです。そのため四五間の中心を日本京井戸原点と定めました。その後、関東大震災で四五間が崩壊したため、その位置に金属標を設置しています。十字の中心が原点で、ここを基準にして全国の緯度、経度を測量しています。東日本大震災の地殻変動などで原点の緯度、経度は修正されており、現在の数値はご覧の通りです。ロシア大使館の塀際の道に戻り、角を曲がると、東京タワーが正面に見える下り坂です。結構急な坂が続きます。やがて国道1号桜田通りに出ます。ここから麻布台ヒルズ方面に戻ります。これだけ広い道にしては急な上りです。この辺りは台地と低地が入り組んだ複雑な地形です。前回の動画で訪れた西久保八幡や麻布台ヒルズを通り過ぎ、桜田通りから左へ入っていきます。だらだらと上り坂が続きます。この先の台地の上は江戸時代田島伊豆師範仙石家の上屋敷でした。この辺りまでは桜田通りから屋敷までのアプローチで、この奥に屋敷が広がっていました。前方に超高層ビルが見えていますが、ちょうどあの場所まで屋敷は続いていました。明治になっても屋敷は変わらずここにありましたが、関東大震災後に移転し、跡地は分譲されました。こうした経緯から、この一帯の高台は仙石山と呼ばれ、由緒ある住宅地として知られています。再開発が続き、この辺りの風景は随分変わりましたが、
変わらず残っているものがここにあります。おそらく分譲が始まった頃の石碑で、仙石山町会防護団と書かれています。コンクリートで補強され、区の掲示板が立ち、ゴミ集積所になっているようです。石碑からさらに奥へ向かいます。やがて和風の塀が見えてきます。正面は右手の東側なのですが、まずは左から見ていきましょう。ここは大橋茶寮という茶室です。庭園の中に何棟かの茶室が建っているそうです。それらの茶室や3つの門、そして塀も登録有形文化財に指定されています。この塀は大谷石の基礎の上に立つ木造モルタル塗りです。一部は建物の外壁を兼ねています。正面になる東側は柱を見せており、基礎の上に横板を張っています。北側も柱を見せていますが、横板はありません。ここからは新しい建物のようです。再開発によりこの辺りの地形は分からなくなりましたが、かつて左手は俄然棒谷と呼ばれる低地でした。そこには江戸時代お先手組の組屋敷がありました。お先手組とは戦の時に先陣を切って戦う弓や鉄砲の部隊です。大名や旗本は個人に屋敷を与えられましたが、下級武士は組ごとにまとめて屋敷地を与えられ、それを組屋敷、大縄地などと呼びました。ビルの植え込みの中に日本国憲法草案審議の地の碑があります。戦後ここに外務大臣官邸が置かれており、 GHQ と日本政府とで憲法草案について審議されたそうです。日本側は吉田茂、松本譲二、GHQ 側はホイットニー、ケイディスの4名が出席していたそうです。北に向かって歩いていきます。ここは再開発によって作られた道だと思います。桜並木になっており、桜の季節は大変綺麗です。左手の土地が低くなっている様子が見て取れます。六本木からため池への谷が続いています。この谷の下にもお先手組の組屋敷がありました。組屋敷は土地の低いところにありがちです。一方、高台には大名旗本の屋敷が多くありました。こちら側は台地の上になるので上り坂が見えます。奥見坂と言います。組屋敷に続く坂なので名付けられました。現在では短く高低差も小さな坂ですが、かつては後ろの谷の下まで続く長い坂でした。坂上から振り返ったところです。正面のビルのあたりで左へのクランクがあり、さらに谷の底へ下っていました。
この辺りは大使館の多いところです。こちらはスウェーデン大使館です。そのはず向かいはスペイン大使館です。桜並木の道に戻ってきました。正面に立つ赤いレンガ張りの建物は嶺南坂教会です。私と同世代の方でしたら、山口百恵さんと三浦友和さんが結婚式を挙げた場所として覚えていらっしゃるのではないでしょうか。ですが、その後に再開発のため現在地に移転したので、当時の場所と建物ではありません。元の場所はこの左奥だったようです。陸橋の上からこの辺りを見下ろしましょう。この景色が桜の季節になるとこうなります。陸橋から続く道を進んでいきます。ここは台地の上で、左を見るとかなり急な下り坂です。もうしばらく台地の上を進んでいきましょう。ここが嶺南坂教会の正面です。以前の建物は東京駅などを手掛けた辰野金吾の設計で、とんがり屋根のレンガ建築だったそうです。移転後は現代的な設備を備えたバリアフリーの建築になりました。その向かい側はアメリカ大使の公邸です。いつにも増して厳重な警護です。塀の向こうはアメリカ大使公邸で、さらに進んでいくとアメリカ大使館が隣接しています。道路の向こう側、大使館側の歩道はもうずいぶん長い間通行が規制されており、歩くことはできません。道は下り坂になっています。この坂が嶺南坂です。江戸時代の初め、現在は高輪にある東禅寺がここにありました。当時は嶺南岸という名であったことから嶺南坂と呼ばれたそうです。右手はホテル大倉で、庭園に沿った道は公開されています。ただこの日は閉鎖されていました。嶺南坂を下ると丁字路に突き当たります。右に折れてさらに下るのが潮見坂、左に折れると榎坂です。榎坂に面してアメリカ大使館の門があります。アメリカ大使館です。画面右端に門がありますが、近くに行くことはできません。外堀通りに出ました。江戸時代にはここから左にかけて細長いため池がありました。ため池は江戸時代初期に浄水源として作られた貯水池です。外堀も兼ねていました。玉川上水が整備されると、浄水としての役割は終えたようです。
池にはハスが植えられ、鯉やフナが放たれ、夏にはホタルが飛び交う風光明媚なところでした。池のほとりには麦とろ屋や茶店などもあり、後の赤坂料亭街につながっていきます。右を見ると、この映像では分かりにくいかもしれませんが、上り坂になっています。次の信号のあたりが坂のてっぺんです。この高まりは水をせき止める堰が作られていた名残です。江戸切絵図を見ると、青い部分がため池です。そしてここに堰が描かれています。これは小さなダムで、ため池が貯水池です。ちなみに嶺南坂、潮見坂、榎坂も描かれており、アメリカ大使館はここにあたります。坂のてっぺんの交差点です。バスのいるあたりが最も高く、このあたりに堰が設けられていたと考えられます。こちらがため池のあった方向、明らかに低くなっています。ため池の名は現在も地名や駅名に残っています。虎ノ門と愛宕山周辺を歩いた今回の探検は、ここため池交差点で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。次の探検でまたお会いしましょう。